さいね。よいしょ。おはようございます。おぎそです。おはようございます。うるさいのが1匹いますが、2匹かな、3匹かな、4匹かな、我が家には3匹はいますね。おはようございます。ライブ配信を始めていこうと思います。どんな見え方しているかがちょっと不安ですが、よろしくお願いします。ちょっと10時頃と言っていたんですけど、だいぶ早まりまして、謝罪申し上げます。申し訳ございません。遅まることはほぼないかなと私のライブ配信は思いますので、大概早まることが多いです。まあそんなもんですよね。よろしくお願いいたします。コミュニティ欄の方でちょっと募っておりましたけども、やばい、来たかな。どちらがいいですかっていうことを募っておりましたけども、印象派風に描いてみたという方が若干ですね、58% と 42% かなということで、ございましたので、みちみちさんすみません、おはようございます。ゆきちゃんもおはようございます。すみません、だいぶ早うございますがやっていこうと思います。筆を持ってくるのを忘れてました。ちょっと少し待ちましょうかね。だいぶ早まったので。で、今日ですね、キャンバスボードを用意しております。キャンバスボードを用意しておりまして、筆があれ。キャンバスボード珍しいですよね。真っ白の状態から始めるのはなかなか珍しいか。糸脇さんもおはようございます。だいぶおはようございます。すみません。キャンバスボードを用意しておきました。で、印象派風に描くと言ってもなかなかこう皆さんもね、なんか理解が難しいところもあるかもしれませんけども印象派ってやっぱりこう光、外光で描いていったということなので、それまではランプの元とかね、で電気とかができたりとか、あとはやっぱり産業革命によってチューブですね。こういうチューブでもそれまでは動物とかのこうなんか膀胱とかにね、絵の具を詰めて保存していたそうなんですけども、そういうのがチューブができたことによって、外に出れるようになったと。で、外に出れるようになって光を描くことができるようになったが、屋外で描けるようになったと。で、その光というのとね、光を描けるようになったっていうことがポイントですよね。で、そこのところ少しこう皆さんね。で、色の三原色というのと光の三原色っていうのがあるんですけど、知ってますかね。僕もあんま細かく説明したくないんで しませんが、皆さん勝手に調べてください間違ったこと言えないんで、CMYK っていうのとCMYK っていうのとシアン、マゼンダ、イエロー、それ色の三原色ですよね。シアンっていうのが青系、だいぶ形が違うな。マゼンダ赤ですよね。 Y はイエロー、 K は何だっけ、キーなんとかですよね。 CMYK というのが色の三原色で、光の三原色というのは RGB、 レッド、グリーン、ブルーで、印象派というのはその光の三原色の原理的な、別にその3色で描いたってわけちゃうと思うんですけど、原理的なそういうのを散りばめることによって、混ざって、RGB だと混ざっていくとじゃなくて CMYK だと混ざっていくと黒に近づいていくわけですよね。そうじゃなくて点描によって光を表現したというのが印象派でございます。としさんもおはようございますね、油断していないかと思ってね、もうちょっと今日は天気一応差がええので、こんないい日はね、なんか家におってもしゃあないからだいぶ早く始めましたが、形だいぶ来ると思いますけど気にしないでください。ちょっとね、春熊親方さんもおはようございます。本当に親方ですかね。僕もちょっと飲む友達で実際に親方いますけどね、相撲のね。で、今日はキャンバスボードに書いていってます。形はもう本当に心配やったら転写でもされてください、皆さんね。
私はちょっと形より今日はちょっとこう描法というかですね、そっちの方をメインにしようと思いますので、形の狂い等は少しお許しください。ライブ配信の場合いつもそうですけどね。真ん中あたりにこれがだいぶ違うねだいぶ違うね。ここ来て、でこの辺ピュッと来て、この辺ピュッと来て、でこの辺ピュッと来て、ピュッと来て、コロコロさんおはようございますと、はるくまさんも、としさんもおはようございます。コージエヌさんありがとうございました。なんか昨日、帰ったらなんか届いてました。まだ食べてないですけど、美味しそうですねなんかわからんけど辛いんですかね、あれね。子供が食べれる味噌ちゃうかなと思って妻は喜んでましたが、多分これ青唐辛子って書いてあるから無理っぽいよということを伝えておきました。なんか帰ったらあれが届いてました。レターパックが、あれつまみ野菜のあれですよね。なんか野菜につけてつまみにしたらうまいってことでしょ、多分ね。で、印象派って大体多分、はっきりと僕もそんな研究家でも何でもないので、印象派研究家でもないので、そういうのは印象派研究家の人がいたらそういう人にはぜひ教わってほしいんですけど、ちょっと明るめのインプリミトゥーラというかしているんじゃないかなと、僕が美術館で絵を見ている印象としてはあるので、ちょっとそういう感じでしていこうかなと。形がある程度枝の位置なり何なり取れてきたらかな、少し前面にうっさとか、今日はキャンバスボードにやってますので、ちょっと皆さんもね、でちょっと今初めの書き出しはこのバーンとアンバーを使いました。バーンとアンバーで、前面にインプリミトゥーラとしていうのをしていくのはこのローシェンナぐらいがいいかなと思います。ローシェンナちょっと濃淡をつけていくんですね。広告を挿入してみませんかこれちょっと一回押してみようか。これ配信中に広告が出るってことなのかな。やめときますね。はい、また今日もやめました。前田さんも吉川さんもおはようございますと、吉川さんもコロコロさん、ワンニャンチーさん、キープレート、キープレートだ、プレートありがとうありがとうございますね。黒とかそんな意味でしょ、なんかね、確かね、昔そんな習ったけどね、あんま書いてる時に僕にはあんまりそういうの頭入らんから、僕はもう必要ないものはあんま頭に入れんようにしてます。頭悪いんでですね。ローシェンナぐらいかなんかでで濃淡をつけていきます。でこういうのが塗り残っても違和感ない、インプリマトゥーラミトゥーラっていうのは大体昔から作家さんはされてました。で一回中間色とかワントーン、これマスキングテープしたんですけどちょっと弱すぎそうでめちゃくちゃなんか入っていきそうですね。ちょっとワントーン全体を落としていきます。キープレートありがとうございました。 CMYK ねの K がキープレートという、ありがとうございますね。すぐ調べれたらいいんですけどね、絵描いてますからねなんか不具合等々ありましたら言ってください。音量がバックミュージックがうるさいとかね、喋るなとかね、そしたらミュートにしてください。喋るなうるさいって言ったら自分らでミュートにしてください。字幕が邪魔、そういうや字幕が邪魔や言ったら自分で消してくださいね。そういうのできますからね。ケイさんもおはようございます。久保さんもおはようございます。そんなに辛くないけど子供さんにはちょっと無理でしょうね。ちょっとゴミ箱が遠いでしょ。見ました WBC もうね、盛り上がってますよね。すごいですよね。もう大谷君はやっぱりもう占領役者感がすごいですよね。なんか長嶋茂雄さんってあんな感じだったんですかね。すごいですよね。昨日もね、ヒット2本やったっけね、前の日投げ取るっていうのにね、すごいですよね。弱小チームで中学校の時ピッチャーやってましたんで、その大変さは1ミリぐらいわかるんでやったことない人よりはわかるんで、弱小チームで少年野球じゃなくて中学校の野球部で弱小チームでピッチャーやってたんで弱小ですよ。何でも言いますけどね。
軍大会の2回戦で負けたというねそれでも1回戦まあまあ強いとこと当たって、前の春の新人戦かなんかで県大会3位のチームにと当たって、もう絶対負けやなってもう下馬評では言われてたんですけど、向こうも油断したんでしょうね。僕らも試合したら1回勝って1回負けるぐらいの本当になんかチームやったんですけど、下馬評を覆して2対0で完封勝利、僕はその時ピッチャーだったんですけど完封勝利で勝ったんですよね。次の日のね、新聞に、毎日新聞かなんかに小曽木君って書かれてですね、もうすごい学校行って新聞載ってたよとか言われたりしてね、人気者になるかな思ったら小曽木君って書かれてたんで、誰もそのことには触れませんでした。はい、そんなことを延々と覚えているおじさんでございます。黒とか墨みたいですね。僕もすぐ忘れてしまうので、K は黒、K は黒、そうね、そう覚えた方がいいかもね。キープレートやからね、なんかキープレートってなんか何やろって感じですもんね。ひろこさんもおはようございますと。めぐみさんもおはようございます。ヌードバー大好き、ヌートバーね、めちゃくちゃ。伊藤明さんは伊藤明さんじゃないですよね伊藤明さんね、野球が好きな人がいるんですよね。はい、そうそう、ヌートバーね、すごいですよね。もうお母ちゃんとお父ちゃん見に来てましたね。あれ嬉しいですよね、自分の母国で。なんか今朝もちょっと見てたらね、そんな自分の親の母国でね、嬉しいでしょうし、親もね鼻高いでしょうね。あんだけ明るいね25歳のイケメンね子供やったら嬉しいでしょうね。先生の動画見てました奥の部屋では親は野球を見てました見ますよね。なんかね、もうおとついの中国戦はもう 40% ぐらい視聴率あったって言ってましたね。すごいですよね、 40%。 だって僕Amazon プライムで見てたからテレビ見てないんで、っていうことはテレビの方のが視聴率両方合わすとね 60% ぐらいいってたかもしれないっていうことですもんね。Amazon プライムは王貞治さんがの解説やったからそれで見たんですけどね。テレビはちびっこに独占されてますので、インプリマトゥーラっていう、こう単色である程度濃淡をつけていく作業を言います。で、なんかこう白い部分とかっていうのも書いておきましょうね、皆さんね。なるべくこう書いておきましょう。白黒に直したらどんな感じかなっていう、ほとんどこれはなんかこんな感じだと思うんですけどもね。ちょっとすみません、ドライヤーこれなるべくねキャンバス目をなくして置いた方がいいです。この白さが一番強くなるので、キャンバスの白とかね、今日はキャンバスボードでやっております。珍しいですよね。野球わからないですが、高校野球のスカウトもこいつ伸びるってわかるもんですかね。ねえ、伸びるとかわかるんですかね。僕ら小学校の時にものすごいこう近くのチームで背も高くてものすごい剛速球を投げるピッチャーがいたんですけど、 PL 学園に行って結局は出てきませんでしたもんね、その子。あいつはすごいぜって僕らもなってたんですけどね。ということで、一通り、乾いてきたかな。もうちょっとかな。すみません、乾かしますね、完全にね、ここね。エミさんおはようございます。WBC 見ながら気晴らし小5息子がゴロゴロしている姿をスケッチしてましたヌードバー素晴らしいですね。ヌードバー、菊池さんもおはようございますねえ。あとはあれですよね、彼が村上君が調子が上がってくればね、2日間ヒット出てないから1本出れば楽になるでしょうけどね。今日ちょっと全体引きでお見せしております。でたまに、拡大のまた画像でお見せしますので、手元をですねこういう感じでお見せします。で今日なるべくこう絵の具の種類とかも頑張って言っていきますので、今アクリルを使っていってます。でちょっとこう次はじゃあ桜さんとあれを描きましょうか。マゼンダを使っていきますね。マゼンダ。
るさい。固まっとる。ショック。固まってるというかね。ブン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 。まあ出てこへんね。うわうわ手がダイナミック。まあインプリマトゥーラというのは、あんまりこう派手な色を使わん方がいいかなと思います。ちょっと逆さにしておきますね。次は、チタニウムホワイトです。ピントも大丈夫そうですね。村上様あゆみさんね。馬場崎さんもおはようございます。先生が芸大入った時にこいつすごいって感じた方、いやもう僕以外全員すごかったですよ出過ぎたという、本当にもうなんか個性的やったりね、なんか見てくれもそうやけども、思いましたよ。なんかこうでも大学の中で有名人って言ったらもうやっぱ伊勢谷友介さんでしたよ当時から。これなんだあれですね、あれあれとか言ってね、スポンジ100円ショップのスポンジで、ちょっとこうマゼンダと白を混ぜながらちょっと叩いてみようかなと。もっと少なくても混ぜんでよかったかもしれんね。有名でしたよ伊勢谷友介さんは。やっぱりあの人モデルやってんねんてとかみたいな感じで、そうなんやみたいな感じでしたよ。でも学部あれが違うからですね、もう接点はほぼなかったですけどね。なんか同じ授業多分受けてたと思うんですけど、芸大で授業少ないんですよね。だから多分受けてたと思うんですけど、予備校のなんか高校生現役の時から有名やったですもんね。でそういう意味じゃなく作品でってなると、いやみんなすごいなと思いましたよ特になんかこうその僕が行ってた当時の予備校、水道端ってとこ行ってたけど、私たちの学年とその1個下かな、特に1個下の学年がめちゃくちゃ東京芸大に入ったんですよ、その新宿美術学院から。でそれがなんでやっていうので、その彼らの作品見てもなんじゃこらっていう感じがありましたすげえなと思いました。まあからくりはちょっと話せないんで話してもいいけど、もう昔の話がしようかいやもう結構なんか先生方がねご指導されてたみたいです。こうやれああやれってね。でやっぱりこうなんかこうもう20何年前の話だからもう今は違うんですけど、でもう本当にこう噂っていうか、その当時受かったその新美の出身の子に聞いたら、もう試験前は他のクラスとかにも出入りさせないと。どういうことですかとね、なんか何クラスもあって、で他のクラスとかに見に行ったりしたら絵が似てしまったりするでしょ。だから絵が似ないように他のクラスに出入りさせないとかっていうのがあったって聞いて、マジかドバタは水道バタって言うんですけど、ドバタって言うんですけど、ゆるい感じだったから全くそんななく、でなんか本当かどうか知らんすけど、試験の前になったら学生一人一人がブース与えられて、もうそこからもう見えへんようにするとほんまかいなとそこまでやんのかと。緑です。サップグリーン、まだこれ使ってない。そんなこと言ってましたよ。ダイナミックです。楽しみです。 M さん僕のモテ期いつやったかな。何回かあった気がするけどね。でも男にモテんのよね昔から男の子、これ本当前もちょっと話しましたけど、予備校の一浪の時に本当高校生の男の子たちがわーわー言ってました。見てくださいとか、先生とかいるのに僕浪人生なのに見てくださいって。サップグリーンです。僕の方に店に来てた子たちいましたよ。それがモテ期じゃないですかねよいしょよいしょ。あといつやろな、小学校 2年生ぐらいかバレンタインのチョコをいくつかもらって返すの恥ずかしかったんですけど、お袋が何ですっけ、これはすみません、モナストラルグリーン、いや知りませんけど、お袋が
ホワイトデーのお返しをわざわざ買ってきて私にあんたはちゃんと返しとか言って渡したんですけど、僕が恥ずかしくて、結局それを学校の持っていく、ランドセルの中入れて持ってったんですけど、もう渡せへんで恥ずかしくて帰りの道で食べましたでもエミさんとか僕多分世代近いんかなと思うんですけどね、昔は本当にこうなんか下駄箱になんか入ってるとかありましたよね。なかったですっけ？そういうのありましたよね。なんかラブレターみたいなありましたよ。よいしょ。みちみちさんも多分ねイケメンですよ、完全なる。よいしょ。僕はお会いしたことありますんでね。ちょっと多すぎましたね、緑ね、量が。よいしょ。まあ、ここからまた非食分割法ってやっていきますけど、とりあえずもう海版としてなんていうかこう書いてたわけじゃないですよ。本当にこう毎度言いますけど現代やったらこうやったらええのになっていう、こういう風に書いてあげたら楽なんちゃうかなというのでちょっと進めていってます。角っことかを使いながらね、ちょっと斜めから写しましょうね。下駄箱ありましたよね。下駄箱に何か入ってるみたいなね。学校行ったりすると、赤坂さんおはようございます。なんかありましたよね、下駄箱で。あとやっぱなんかピッチャーやってたからか、なんか中学校の時モテたと思いますけどねなんか最後の試合お弁当作ってきてくれた女の子がいたような記憶あるんで今ってそんなんあるんですかね。そういう青春してますかねよいしょ。まあまあ勉強できて、まあまあスポーツできて、まあまあね、明るかったらモテますもんね、中学生とかねこんな感じでちょっと斜めから写すと少しねよく見えるんじゃないかなと思ってますお空もちょっとやりたいね。空もちょっとちょん空に見える隙間みたいなのね、ちょっとやりときましょうか。油絵使いますんでね、今日ね、後半の方ね。油絵も使います。ちょん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 。アクリル便利ですよね、ほんとね。この間のにゃんころちを描いた動画なんかまあ早かったですもんね、あれね。ちかちかさん、はじめまして、こんにちは。小木曽先生、芸大時代の師匠って野見山先生はね、もう体感もだいぶ前にされてましたよ。私の時はですね、まあ、僕お師匠さん佐藤一郎先生っていう先生で、あと坂本和道先生とか保存修復の宇多田伸介先生とかで、油絵家は、絹谷浩二先生とか、あれが中西夏之先生、坂田哲也先生、坂口先生、羽生先生、誰いたかな言い忘れたらここまでいたら、大沼照夫先生が僕らが大学院の1年の時体感されたかな。誰いたかなはい、田口康夫先生ね、僕すごい好きやったんですけど、大学3年生の時に体感されたんですよ。でまあその話も何度かしてるんで、皆さんもうねしつこいわって言うかもしれませんけど、まあ、大学3年生の時に、体感されるっていうので、うわっと思って70かなと思ってたんですよね、芸大って。むさびが70歳 で芸大は67歳やったんですよ。だから僕が多分大学院を出る時に田口先生体感されると思うから、僕は田口先生のところにぜひ行きたいと思ってたんですけど、で大学院の3年生で体感するっていうのが分かってってなって、ちょっとここに残ってる絵のと思ってショックで、もう最後の講義があるというので大学院生以上対象って書いてあったんで、
ごめんなさいね、このもう何度もこう古典落語みたいな感じですけど、何度も話してるんで、でもう本当にこうどうしても僕はその授業を受けたくて、今そんな学生さんっています？そんなね、受けさせてくれって言って、その助手さんのとこ頼みに行ったんですよね。でその助手さんっていうのが今もめちゃくちゃ有名です。ぜひ皆さん調べてみてください。山口明さんっていう人だったんですよ、当時ね。山口さんのとこに行って「すいません、おぎそです、こんにちは」とかって言って、山口さんは自分のアトリエにあれをですね、こたつを入れるような人で、違うあれ何ですっけ、畳を入れてはって、もうほんと住んでるような感じでそこに住んでるような感じで、セッタも何ですか、あれで段ボールで作ってやって、でそこを頼みに行って「すいません、ぜひ受けたいっす」っつって頼んだら、大学院生以上やけど学部の3年生やった僕に「じゃあ僕毎日こう大体そこにいるから起こしに来て」って言われてそう、授業が朝早くて、で9時から授業やったと思うんですけど、9時半か覚えてないですけど9時で、その田口先生すごく朝早く来るんですよね。で大体こう8時とかに来ると。だからそれより前に、アトリエもしこうその使う教室の横の部屋で僕はもっと早く朝7時とかに行って絵描いてたんですけど、で、田口先生がこう朝8時ぐらいになったらガチャガチャとこう鍵開ける音がして、そしたら僕はすぐ山口さんの声で「山口さん、田口先生来ましたよ」って言って起こしに行くという楽しかったですけどね。今思い出せばすごくこういい思い出やなっていうふうに、ちょっと筆でまた形が分からなくなってきてるんでちょっと書いていこうかな。でその田口先生がこう授業の準備を、奥様といつも来て車で来られてて、奥様とお話ししながらね、こんなこう二川っていうのをこう解いたりする仕事してたんですけど、こんなのはね昔はもう助手がやってたんだよとかって言ってはりましたまあ山口さんすいませんって言って平謝りしてましたはい。途中から視聴させて、先月から勉強させて、いいですね。まだまだ初心者です。いいですよ。この話をね、もう6回ぐらいしてるかもしれませんけどね。いいです。何度もしますよ。昨日ちょっとコメントで、なんかこう、何度もこう、しつこく言われると、なんか少しずつ身についてきた気がしますとかいうコメントがありましたんで、しつこくやりましょう。で、印象派って黒を基本的には使わないように描いていった方がいいかなというふうに思います。形がちょっとわからなくなってきたら、でこの辺でちょっと一回完全にバシッと乾かしたいところなんですけどね。上村さん、おはようグルト面白いね。モチーフとキャンバスの選択に悩みます。モチーフとキャンバスの選択、そうかどうしちゃいいんやろね。モチーフとキャンバスの選択か。モチーフが決まって、キャンバス決まるんでしょうね、大体ね。僕はなんかこうずっとある程度こう白味っていう下地で描いてきたんですけど、それまではキャンバスとかで描いてました。当時20何年前なんで、もう25年ぐらい前なんで、その今みたいにいろんなこう下地材とかなかったからですね、すごいこうフラットな下地とかを作りたいなと思ったりしてたんですけどもなかなかそれができなかったんで、それの中で白味というので大体描くようになりました。モチーフよりも描きたいスタイルの方が優先かもしれないですよね。描きたいスタイルみたいな感じで、ですね。チカチカさんは油絵は描いたことありませんと。ポスターや看板くらいと。積極性って大事なんですね。積極性って大事ですよね。その時僕本当受けさせてもらいましたもんね。エミさん、高校1年の時にボート部の彼氏におにぎりをよく作ってました素敵やねボート部大丈夫ですか？ボート部ですか？あの辺にあるんやね、ボート部。あそこの
湖的なところでやるんですかね。素敵。北海道ツアーもちょっと本当考えてます。6月ぐらいかな。はい。でも6月になるとね、個展の絵が間に合わないんですよね。個展に出すのが間に合わないんですよね。なんか白がいっぱいついてました。まあいいか。だから5月ぐらいに行きたいんですけど、北海道は5月はまだ寒いですよって言うけど、まあでもね、去年のなんか12月ぐらいに攻めましたもんね、僕ね。寒い中山梨とかでガタガタ震えながら絵描けたんでいけるなと。あんなに寒くないと思う、寒いかもしれないですよねそれはそれで面白いと思うんで、よいしょ。だいぶキャンバスの方が埋まってまいりましたね。でちょっと乾いてきてますね。でまあ水気をある程度つけてないので、もう敵か、考えたことないな。伊藤千恵さんで遅れましたね。伊藤千恵さんっていうのがいるんだよね。だから伊藤千恵さんとね、まさしん13さん、いつも動画ありがとうございますと。ちかちかさんは絵難しいので、バランス取りも難しいので、いろいろ描いて数こなして何が得意か探してみます。はい、いいことですね。まあこれ簡単でしょとりあえずこれ完全に乾かんと次進めないんで、ちょっとまた乾かしながら、ごめんなさいね。質問あればしてくださいね。あ、画角の大きさ、画角の大きさね。まあ僕はなんかでかいの描くときめっちゃ難しいのを描こうかな思ってまいりますよね。これ難しいやろみたいな感じで、もうこんなもん誰もやりたがらないやろみたいなんでやったりしますよね。画角の大きさね、あんま考えたことないな。どっちかっていうと僕なんか展覧会の構成考えてしまうんで、例えば今年の9月に個展があるんで、会場の広さはもう5回目ぐらいやから大体分かってるんで、そこの中でじゃあこの作品、このサイズ、このサイズ、そしてこういう展開とか、なんかそんなこと考えながら、やっぱりこうただ1枚描くというだけではなくて、ちょっとその先の展開みたいなのを考えてしまうのが私ですね。だからなんかこう皆さんからすると、そんなんなんやって思うかもしれないけど、例えば去年も佐賀で個展を美術館でした時も、どういう作品を出品してどういう並びにして、学芸員の先生とかも話しながら進めるんですけども、ちょっと僕のわがまま聞いてもって、こういう構成にしたいんですわっていう感じで行きました。どっちかというとなんか個展の会場のこうあれを考えていく方がどっちかというと僕は多いかもしれないですね。どっちかというとがけ多いですね。はい。キットカットみたいですね。どっちかと。ちょっと紙やすり持っておくのまた忘れた。よいしょ。このやり方なら皆さんも多分できますんで、アクリル絵の具が必要ですけど、お夫婦とかいうやつのなんか絵の具を使ってます。色もある程度今日は紹介しながらやりました。よいしょ。ちょっと完全に乾かしたいので、一回ドライヤーを少し長めにちょっと当てといていいですか。よいしょ。ちょっとすみません、長めに当てさせておいてください。もし質問あれしてください。さっちんさん、今日は10時頃と言ってたの。すみません、僕は基本早くなりますのでもうね、ちょうど油絵の山を描こうと思っていたので、昨日の富士山、よかった、嬉しいです。文ちゃんさんもおはようございます。これいいですね。ニオドブルーっていうんですか。文ちゃんさんありがとうございます。何これ、ニオドブルー。恐竜ちゃん G の帽子にやってましたねなんかさ、帽子ものすごい好きちゃうのに突然帽子をかぶるとか言ってとかって言って、でなんか子供用の帽子も一応あったりするんで、もらったやつは大人用なんですね、あれね。で大人用というか、キャンプ行った時になんかこう忖度の関係にある人からかな、なんかもらったんですけど、はいだから大人用なんですよね。ちょっとすみません、どうしてもやっぱ紙やすりは必要。これ取ってきます。
仁淀ブルーですかね。よいしょ。空間との兼ね合い、そうなんですよね。空間の構成のことを考えるんですね。であとなんかこう下世話なんですけど、やっぱ向こうも仕事なんで、展覧会の構成とかね、でかいのばっか書いてたらね困りますみたいな時は、じゃあちっちゃいの書きましょうかみたいなんで、でちっちゃいのになってくるとなんかこれ今なんか緑と茶色混ぜて、なるべくこうちょっと、なんで階段上がってくるだけで息切れではんのちょっと下地の色になくすというか弱める意味でちょっと、じじいはね、あと白とか混ぜながらちょっと大きめなとこね、なかなか渋いでしょ遊園地なんかね、昨日の動画ですね。あとありがとうございます、皆さんおかげでスタートダッシュが昨日の富士山のは良かったです。時間かかった動画はね、なんかねスケッチのやつとかは全然いいんです。あんなんでも編集も楽で、なんかこう買うてくださった人にはね、やっぱライブ配信でされてないのはちょっと寂しいかな思ったんで、ちょっとこう作りましたけど、ちょっとうるさいのが聞こえ出しましたね。ちょっとアクリルの次油絵に移りますけども、ちょっとカチッと絵の具を固めたいなというふうに思いながら今進めてます。印象派こんなふうに絶対描いてないですよ。アクリルはなかったので当時ねちょっとレトロというかだいぶね最後の動物がチラチラいるところなんか僕全然初め1周目の時気づかんかったですもんね2回目に行ったらもう弟が今とにかくカンカンが好きで、カンカンというのは我が家の弟くんが言うには、電車を中心とした乗り物全般のことをカンカンと彼は呼んでます。カン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 と言ってます。よいしょ。ちょっとこうイエロー黄化感を少し抑えたいなと思ったので、こう隙間のところとかのどうしてもこう派手すぎたりするとですね、あとこれが邪魔になってきますので、ちょっとこの隙間のイエロー黄化感を消していってます。もし質問あったらしてくださいね。ちょうどそうだったな。でライブ配信はちょっと時間的にもあれなので、時間もあまりかけすぎず、かといって短いとやっぱりねなかなか書けないんで、僕は一作一日というふうに思ってるんですけど、ちょっと最近思ってるのは2週に分けてちゃんとこうもう講義形式じゃないけども、例えばこれとこれを用意してくださいと、で、このサイズので結構ですと、でこれですと、でなんかそれを例えば模写するとかね、でそういうのあっても面白いのかなと。で1周目はこういう感じでこうですとかで皆さん見て、で、1週間のうちに書いてそういうのも面白いのかなとふと思ったんですけどね。勉強熱心な方はそういうのもね面白いのかなと思いました。よいしょ。恐竜ちゃんの髪切ったお顔もお兄ちゃんらしい貫禄でできた。弟の髪もね僕昨日切ったんですよいやもう風呂場でギャーギャー泣きますけどね。少しこう筆色分割法に近いような感じで、印象派っていうのはこう筆色分割法とか色彩分割法とかっていう方法を使います。ちょっとそれを覚えておいてください。言葉だけでも覚えておいてください。筆色分割法とか、要はこう一番初めちょっと話したんですけど、RGB、レッド、G、グリーン、ブルー、これ光の三原色って言うんですけど、で例えばテレビ、昔今のテレビ知らないですけどブラウン管のテレビってすごい細かいドットになってたじゃないですか、ドットにね。であれってこうそういうのを散りばめて、要はね全部が合わさると白になると。で光の三原色って言うんですけど、
で CMYK っていうのは色の三原色ですね。シアンと青、赤、黄色で、K がキーポイントだっけ、コメント欄戻ってみてください、勝手にねみちみちさんが教えてくれてますというのがあります。でちょっとそのドットをこう重ねていって、光を表現していくと。なかなかご説明、僕はねなかなかその印象風に日頃書いてるわけじゃないからちょっと説明が下手ですみません。もうすでになんかちょっと明るいですもんね。よいしょ。初めから細かいドットで、スーラみたいにね、もう本当に綿密な計算でやっていくということをされてもいいと思うんですけど、ちょっとね私はそこまでの根気もやる気も勇気も元気も何もないので、はいいいですね。すごく楽しそうな企画ですね。そういうことがあっても面白いかもしれないしね。別に課題を提出しろとかそういうわけじゃないのでで2週に分けてやったらなんか皆さんもね半年後1年後とかでもねでやってもいいしね、何年後にでも残しといたらアーカイブでねできますしね。何回もそれを復習して2週に分けて乾いてからとかっていうのもなんかあっても面白いかなと思います、よいしょ。よしなんかこう参考になる作品みたいなのを見ながらでも書こうかなと思ったんですけどね、今日ね。ちょっと黄色も入れてみましょうか。これ黄色ね、レモンイエロー、ね、その時書いた作品もなんか高評会に送ってきてもうたら全然 見ますしね。 M さん、何がどうなるか楽しみでありがとうございます。何がどうなるか、この絵私もあんま分かってないです。テクスチャーマチエールをつけておいた方が多分なんかただ点だけやったら結構苦しくなると思うので、ちょっとわざとマチエールをつけときたかったんで今回スタートはアクリルにしました。でちょっとマチエールボコボコしたとかね、そういう感じで、うわありがとうございます。もうさっきちょろっと妻と話してたんですけど、ハウステンボスに行きたいなとまあ今のちびって言っても何も問題かもしれないけど、ハウステンボスにちょっとライブ配信させてもらえんか聞いてみようかなと、なんかそんなんを考えていて、また夢を語り出しよったなみたいな顔で妻には見られましたけど、でチューリップをあそこでちょっと絵描かしてもらえませんかねとか言ってね、なんか宣伝にもならんかもしれないちょっとはなるかもしれないしね。行くならなんかね、せっかくやったら泊まりで行きたいなと思ってね、ちょっとこう頑張ってお仕事せんといかんなと思ってますけどもね。M さんありがとうございます。さっちんさん、先生が楽しそうに描いているのを見て自分もアクリルを描こうと思い大きな画材店にアクリル絵の具を買いに行ったけどオフフはなくて別のメーカーのアクリル絵の具買ってきました。いや、描けます楽勝楽勝まあ普段僕こういうの別にリキテックスはこういうのも使ってますよ。全然こういうのとかもなんか僕会社も全然もうあんま気にしてないので、別にその会社がどうこうっていうことはあんま気にせんでもいいかなと思いますよ。ちょっと乾くの待ってられるので少し拭き取ります。ありがとうございます。結構ね、やっぱ若干告知して10時ぐらいになってきたからだいぶ増えてきましたね悪魔鬼って感じでしょ9時に始めるのかって言ってね突っ込んではるでしょうね。で、水彩アクリル絵の具はちゃんと筆を水とかきれいな水をしっかりつけて後でしっかり洗うんですけども、あれしといてください。ちょっとこの辺でアクリル絵の具の作業は一旦終了しようかなと思ってますが、全然乾いてないぞというのが心配ではあります。ワクワクしますか？あんまプレッシャーにしないでそんないいもんできる自信あんまないんですけどね一応今日コミュニティ欄の方に貼っておいたやつの、結果としては
58% 対 42% ぐらいでした。で初めに言いましたけど、今日はキャンバスボードに、ゼロからやってますので、皆さんにとってもやりやすいかなというふうに思います。ちょっと紙やすりで絵の具が立ちすぎてるとことかを削りたいんやけど、やっぱまだ完全に乾いてないね立ちすぎてるって言ってこうザラ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 しすぎてたらちょっと描きにくいんですよね、僕にはね。でちょっとこれで絵の具が少し、まあ、カッターナイフでやることもありますしね。ドットで描くのまあ、透明水彩とかでもできますけどね、透明水彩とかできますけど、まあ、白い紙にどうしても暗い色で置いていくわけですよね。で今はこう中間ぐらいのこう明度のものを置いて、そこに明るいのとか暗いのを置いていった。その白いものに色を置くと必ずこう色って暗なりますよね、ギュッと。だからちょっとやりにくいとは思います、普通に考えたらね。わかりますかね。まあだから例えばなんかこうちょっとやってみたいと思うんやったら、まあアクリル絵の具があればいいんですけど、アクリル絵の具かなんかでちょっとこうさっきみたいな色を一回全部つけて、でアクリル絵の具って乾いたら取れないので、その上にこう透明水彩の白も使いながらされていってもいいのかなというふうに思いますよね。でここから油絵をちょっと使っていこうかなとは思いますが、もう少しかな、いけそうかな、さあどうしてやっていきましょうか。あまり考えてないんですけども、大体のイメージ、ここまではイメージ通りには来てますが、一回ちょっと待ってくださいね。綺麗にもうほんと今日は教養のためにこれね、およかった、パレットちょうど入る画角もねバッチリね。でちょっと今日使う色に関して少し、お見せしておきますけども、完璧、場所も完璧やった。写真の写り方が悪かったね朝撮ったから。一番上がコバルトにウルトラマリンにコバルトグリーンにカドミウムレッドに、この紫はこれコバルトバイオレットかな。でこれはね、何書いてある見えへん。俺はマゼンダみたいな色なんかわからん。このブルーはシアニンブルーまあ皆さんこれアーカイブだとで見直してください。カドミウムイエロー、このなんとか紫、そこに書いてあるんでね、皆さん老眼で全く見えませんけど、で緑もシアニングリーンかなっていうやつを使っていこうと思ってます。完璧やった。びっくりした。場所がこんなバチッとはまるとは。かっちゃいい感じでね。はい、また改めて皆さん戻ってみたりしてみてください。で、どうしようかな。完成だけ一回いこうかな。お、危ない。僕こうやってちょっと変でしょ。下に段ボールいつもこう引いてます、油。スタンドオイルなんか特にね。だからちょっとずつ垂れてきておりますからね、必ずね。こっちはポピーオイルだけで。コバルトいつもね、このコバルトバイオレットみたいなのでいくんですよ、僕。ビビビビビ。完成だけです。かな。まあ、印象派っていうのは紫派と呼ばれているぐらいで、紫をですねこう中心として描いていくというかですね、影の色とかを紫とかにして描いていくというですね。絵の具がご家族で楽しんでください。未だ行ったことありません。人がいっぱいいて遠慮なくライブしてくださいいやいや、それが僕はできる性格では意外とないですよね。ねえ、だからなんか平日に行きたいと思うけどね、なんかね幼稚園とかもあるからなんかちょっと迷うとこあるけどね、なんか泊まったりしたら朝早くできるかなと思ったんですよ。園内に確か泊まれるとこあって、そんなことちょっと考えてたんですよね。朝早くしてもまあ開園と同時か、なんか開園ちょっと前か分からんけど、なんかそんなことをふと考えたんですけどね。まあね、動画ぐらいは絶対撮影できるから、ライブ配信ぐらいやってる人もいる、世の中いると思うんで、いけるんちゃうかなと思いながらちょっと思ってます。
ピンクがワクワクする、ね、そして紫が置かれていくという色に関しては先ほどちょっとお見せしてますので、またアーカイブで、戻って見られてみてください。ちょっと僕はこれ滑らしたいんですよね。いつもそうなんですけど、滑るようにこう描いていきたいところがあって、滑るというかですね、よいしょ、ビン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 、全面に塗れました。でティッシュで、拭き取ります。ナイススパかな、ナイスパってそうハウステンボスライブ配信をねちょっとやりたいなと、変なこと考えてるでしょ。さっき思いついたんですけどね、朝ごはん食べながら、よいしょ、ちょっと拭き取りました。ちょっと指ですり込みます。どんな感じかをちょっとカメラを変えてみますね。こんな感じです。こんな感じ、指ですり込んで、暗い色とかの描き方が難しいかもしれないですね。でもちょっと今日の仕事はまたあれですけども、何分ぐらい経ってる、50分も経ってる。うわ、よいしょ、テレピンをちょっと入れておきました。よいしょ。でここからも本当筆色分割法と呼ばれるやつで描いていきます。パレットも見えて、ギリギリ見えてないですね。これをちっちゃくすることはできます。このぐらいにしときましょうかね。このぐらいにしときましょうか。すごいね。でちょっと暗い色をどうしようか。ウルトラマリン、これマゼンダやったかなどこまで暗くするか。もうちょっと明るい方がいいかな。ちょっと白入れました。ちょっと今作った紫色で点描みたいな感じで描いていってます。もうなんか写真見てないですこの間誰かが印象派風のあれを何度か見てるけど分かりませんって、その人今日見てはるんかな。アーカイブで見てはりますかねその人のためにちょっと企画したつもりやったけど、今んとこその方からコメントあったのかな。一応なんかリクエストがあったら、あと質問遠慮なくしてください。質問答えれると思いますので、意外と単純作業が続きますので、画面全体を見ながら進めていく単純作業が続きますので、よかったら質問あったら遠慮なくしてください。僕の絵っぽくないですね。なんかね、こっちの方がそうね、アップで見れるのかな。この辺とかかな。少し形を引き締める意味で、ちょっと黒をいってみました。もちろんこのなんていうか、今白とピンあれを混ぜてピンクを今作ってます。下にちょっとこうマチエルがねしっかりあるからですね、こう描いていきやすいというところはありますよね。またさっきの画面にちょっと戻りますね。何度も言いますけど、僕は基本的には遅れるのがすごい嫌いな人なんで、早まることが多いですライブ配信すみません、10時頃と言ったくせに今聞きはった方すみませんでした。はい、もう早まりました。なぜならこんなに天気がいいのにね、今ちびっ子たちは外で、遊ばしてますが、花粉症の妻は大丈夫なのか心配ではありますが、どこかに連れて行ってやろうかなとふと思いまして、すみません。ライブ配信より私は、はい、家族サービスでございますピンクが入ってきましたね。空も実際の写真見るとかなり白いですけど、その辺も別に嘘ついてもいいかなと思いますよ、皆さんね。そんなにね、よいしょ、
キュ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 。よいしょ。印象派風って書いてますからね、皆さんね。印象派風ですよ。ね。印象派風。大丈夫かな？見れてるよね、大丈夫。コメントが止まるとちょっと心配になりますよね。大丈夫ですね、見れてますね。はいはい。非常に良好ですと。接続、このなんか顔出し配信始めてから接続はなんかまあまあ調子がいいような気がするんですよね。やっぱあれなのかな、そういうこう配信のあれを使ってるからかな。なんかできそうな気するでしょ。それができないのよねとか言ってますか。お、よかった、大丈夫。よかったよかった。今印象派で制作中です。先生の配信嬉しいです。ドンピシャタイミング。空気遠近法、まあちょっと奥白くすりゃいいんじゃないですか。空気遠近法、なんかこうもやをかけるような私のスカンブリング的なことはできないかもしれないし、まあこう何日かですね、時間をかけて書く場合は完全に乾燥後スカンブリング的なことはやろうともできますよ、もちろんね。よかったよかった。ね、隙間からブルーが見えてきてね、レッド、ブルー、グリーン、RGB ですね。まあそんなあんま考えずやってますけど、もちろんね。よいしょ。よいしょ。RGB。 あ、帰ってきたぞ。うっさい男が帰ってきました。もう弟もめっちゃ可愛いもんね、あれね。めちゃくちゃ可愛いですよ。まあ物の外側からとかを描きながらですね、やってってますね。あ、綺麗ですね。ありがとうございます。質問は星つけると、ケアさんから質問あった？本当ね、読みながらってね、難しい。ケアさん星。あ、これが、こんなこと聞くのは少し聞きづらい質問ですが、先生が出会った画家の人たちの中でこの人だけは別格ですごいと思った人はどの画家さんでしょう？誰やろうね。いや全然いいです。誰やろうな。別格、誰やろうな。誰やろうな。いっぱい言いすぎて逆になんかポッと出てこへん。誰やろう。ケアさんすみません、誰やろうね。それは何、こう現存の人がいいんですか？日本人がいいとか外国人がいいとか？まあ本当にこうアントニオ・ロペス・ガルシアってね、人なんかはすごいなと思いましたし、エドワルド・ナランホっていう人とかもすごいなと思いましたし、日本人やと誰ですか？もうそなんかね、言わんかったらなんか失礼に当たりそうやから日本人を言うと言い出すとね、なんか難しいなっていうところあるんですけど、外国、まあもちろんそのなんかこう、もちろんダ・ヴィンチっていうのは別格やなっていうふうに思いますけど、カラバッチョも別格や、もういっぱいいるでしょ、ほら。ねえ、難しいですね。ごめんなさいね。今生きてる人でやっぱりこうなんかね、アントニオ・ロペス・ガルシアっていう人はなんかもう絶対日本人のこのアクセクした感覚には到底ないような、なんかこう価値観の人というか、作品を残していきたいというか、作品を作るのがね、呼吸と同じぐらいこう大事で、なんかそんな感じに見えましたよね。アントニオ・ロペス・ガルシアかな。なんか僕はその浪人していた時に
なんかこうこんな、まあどこでもそう言われるし、それ先生の仕事やんだと思うんですけどねこんな古臭いことやめちまえって言われて、まあ僕らの時代はもう何くそうと思うのが普通ですし、僕もそう思いましたし、で思ってやってましたけどね。でそんな中でR ビバン、今ナディフっていうんですかね、昔その池袋に洋書屋さんがあって、でそこで僕はもう入り浸るようにそこで見てたんですよ、浪人時代。それである時に平積みされたそのアントニオ・ロペス、ちょっといろんなところにも今使ってた緑を少し散りばめていきますね。ガルシアの画集が平積みされてて、もうそれは衝撃受けて、うわでなんか絵描いていいんやと思わしてくれた、なんかそういう感じありますよね。すいません、また先生描きますよできますよの言葉前後に基礎があれば努力すればの声が聞こえたバレたかバレたかって、そうそうそう、基礎的なものはあった方がまあねっていうのは、もうこれ今これやってるの隙間書いていきましょうって僕よう言ってますけど、これやってるのそういうことですもんね。今隙間産業的なことをずっとやってってますけど、こっちのライトが光っとんだ、悔しいな。油系はどうしても光るんですよね。ここのライトがちょっと光っとんだ。消したら暗なりますもんね。ちょっとね暗いですもんね。暗すぎますかねこれ。これ明るすぎますよね。ちょっと調光してみよう。このぐらいしとこうか。このぐらいしましょう。すいませんね、ちょっと光ってましたね。そうそう、基礎があればねまあこういう緑の中にも少しピンク的なものも入れてみてもいいですよ、もちろんね。ちょっとやってみましょうかね。紫とかピンク系のちょっと寒色みたいなのを少し散りばめてみたら、よりこの暖色系の黄緑色みたいなのとかが強く見えてきたりするっていうことはあります。だからそういうこともね、今ずっと点で打っていってますけどね。でやっぱ土台がちょっとできてるから楽は楽ですよね。バレましたか、基礎があればバレましたか。あった方がね応用効くでしょ。もうそれは分かんないですけどね、もうそういうのもいらんっていう人いっぱいいるんですよね。なんかね分からん僕は日頃僕はこんなに書いてないけど、ある程度頭の中でねイメージしたものが具現化することはできるようになっていくのは基礎があるからね。春休みにいかがですか、ハウツテンボスね。本当ですよ、行きたいですよ。ね、めちゃくちゃ行きたいですよ。でもなんかチューリップの咲く季節いつ ?4 月ぼちぼちなんかそういう時のなんかね高いやろしね僕らはもう本当あれぐらいかな、何だっけな、どんぐり村かなよいしょ。あそこ行ったらねあれやんね、プラスアルファであそこも行きたなりますもんね。何だっけ、バイオパークってあるんですよ。もう面白いですよ。丸めの横 DVD やっと見つけました。買うとやばな価格でした僕持ってますよ、貸しましょうかね。郵送するのがめんどくさいですね。持ってますよ。もうそういうのもめちゃくちゃあったけど、もう大学辞めたから本当にもったいないね。見る機会もないしあれですもんね。もったいないことになりますよね。なんかものすごいいっぱいそういうのも本当買いましたもん。もう全部自腹やから自分の家にあるんですよ研究費じゃないというね。全部 Amazon とかで自腹で買ってたんですよ。研究費なんか全部ないから、もう全部その学生の何回使ってあげてたんですけどね。めちゃくちゃありますよね。だいぶ雰囲気出てきたでしょ。画面全体を見ながら進めていきながら筆色分割法というので、そうなんですか。カメラに PL フィルター、そうなんですか。そういうのつけれるのかね。こういうなんかウェブカメラなんですけど、ウェブカメラって映るかな、映ってる。
これ映ってないか。映ってないか。映ってるか。つけれるんかな。ちょっとありがとうございます。それちょっと後で調べてみます。ちょっとずつこうアップとかもまたお見せしましょうね。まあ混色のシーンよりはこのぐらいしとこうか。エリセの作品は他の映画も面白いですよね。さすがみちみちさんね。あの丸メロの陽光はね、なかなか終わらんのかいっていうツッコミで終わるっていうね。よいしょ。2チャンネルで見たの。2チャンネル2チャンネル2チャンネルってひろゆきさんが作ったやつちゃう？教育テレビってこと？ 2チャンネル、おはようございます。光がすごく出ていましたよ。光が出ていた？さっき光ってたってこと？もうこれぐらいがいいですかね。すいませんね。なんかね、その辺が難しいんですよ。本当にスタジオみたいなとこでなんかもうね、やっぱプロがやってるわ、ど素人の、このど素人感が好きって言ってくれる人がね、一人ぐらいいるんですよ。はい。やっぱね、プロが入った途端なんか面白くなくなったって YouTube が案外あるんやでとかって言われて、そうなんやと思って。小木曽君のこの小木曽君って呼んでるってことはね、かなり親しいあれなんかもしらんけど、言うてくれましたよ。素人臭さがいいんよってたまにね、失敗するとかね、いろいろありますよ。そういうとこがいいですよね。はい、ありがとうございます。自分で自分を褒めてました今ね。どうですか？だいぶこう進んできたんじゃないですか。これ何桜なんですか？僕知らないですけど、これは熊本の方でなんかこう撮ったやつですね。この辺もすっごい、3月末から4月のあれぐらいですかね。だから皆さん今次、の作品に向けてぜひ着々と進めていってみてくださいね。これからどういうとこ取材行こうかなとかいろいろ考えてみてくださいね。もしスケッチできそうなら勇気を出してそこで書いてみたら書けない自分に落ち込むということが起こるかもしれませんね。画面全体に手が少しずつ進んでまいりました。ものを外側からまた決めるという仕事をしたりとか、遠慮なくこう初めての人もコメントくださいね。よいしょ。ピピピピピ。このライトと同じやつをもう一個買おうかな。そして上この辺から当てたら光らんからボソボソ言うてるニトリかなんか行って買おうかな。そういうのもね、なんかね、梅見に行くのもいいかもですよね。梅はね、去年も行きました。今日ちょっと行こうかな。でもわからんね、天気ええしね。梅のライブ配信、よいしょ。だいぶ広がってきたんじゃないですか。印象派風に見えます無理やり印象派風に見えます。どないでか。亀澤さんもおはようございます。亀澤さんそうかもしらん。嬉しいな。亀澤さん良くなりましたよね、仕事ね。なんかね、ちょっとブルーグレーみたいなのちょっと作ってみましょうかね。よいしょ。亀ちゃんでいいんですかねなんか一回だけなんか亀ちゃんって呼んでくださいみたいな書いてあった気がするんですけどね。亀澤さんですね。遠慮なくねコメントくださいね。モチーフの質問です。有名な建築は公募展やめた方がいいんでしょうか。それなりになんかこうそこからヒントを得てなんかしていけばいいと思うんですけど、なんかヒントを得て展開していけばいいと思うけど、やっぱこう
なんかこう写真写しましたよってならんことだけですよね。そこのところがどうしてもこうくっついてきてしまうので、そうするともう建築物っていう風にこう見えてくると思うんで、まあ絶対はないですよ。僕は絶対のことは話してないんで、ただその絵を見た時に、あ、これを描いたんやなっていう風に見えてくる、このモチーフを描いたんやなって見えてくるからか、モチーフから得たインスピレーションで何かしたという風に見えるかの違いなんですよ。言ってること分かりました今そのインスピレーションをまで伝えるにはこう有名な建築物って難しいんちゃいますかっていう話ですよね。今の分かったかな。難しかったですかね。今のおじさんの話、ちょっと今度はもうちょっと青みがかったブルーをちょっと作りながら、完全なノーは言ってないんですよね。だから難しいですよねこの間それあれでしょ、メンバー限定のお話でしょ。エスキースの段階見た時に、そこから相当強く持っていかんと難しいもんやろうなと思いながら見てたりしたんですよね。だいぶこう全体に広がりながら、やっぱり下の絵の具マチエルみたいなのがある程度あるからですね。亀ちゃんね、亀ちゃんですと、見えますと。昔絵を習っていた時の先生が目に見えないものの裏側を描きなさい、目に見えないものの裏側を描きなさいとよく言ってましたが、その先生亡くなった今もどうやって描けばいいかよく分かりません。すっごいいい言葉ですよね。ね、目に見えない裏側、私もわからないけど、でもそういう気持ちで、その具体的な回答ではなくて、気持ちは大事じゃないですか。ものをそのまま見て描くじゃなくて、ものがねどうなってるんか、成り立ちもその造形的な成り立ちも含めなんですけど、そのものとか人とかのなんかこうストーリーみたいなものまで絵に表せたら、私たちはすごくその絵画というものがの理想とする形なんじゃないかなということを多分その先生おっしゃられたんやと思うんですよね。だから結局そこにはね、それぞれの答えの導き出し方やら方法論があっていいはずなんですよ。めっちゃ難しいこと言うとるぞだからなるべく具体的な言葉を避けながら、僕はこういう時は喋るようにするんですね。こうしなさい、ああしなさいってなると一義的な方向づけになってしまうので、そうじゃなくて、その先生の言葉を大事に残しながら絵を描く時に、モチーフと対峙したり絵の具と対峙する時にちょっとですね、ヒントにされたら、はい、弟くんが号泣してます。グリーンを入れて、ここも光っちゃってますけど、もう無理やねこれは無理やな、もうね、なかなかね、ごめんなさいね。どうですか、建築物の難しさと同じ指摘をウミウシでされるとは思わずウミウシとかいや、ウミウシめっちゃ綺麗やったりするから、いやだからあれね、僕もなんか水族館かなんかも描こうかな思ってこの間水族館行ったんですけど、いや造形としてめっちゃ綺麗やから、まあなんか公募展とか出すとなると難しいやろうなと。まあ普通に絵描く分には全然いいんですよ。でも公募展ってなると、造形の美しすぎるものを、まあ、ただ写実的に描いたってなると、なんかね難しいやろうなってすごい再認識させられたなというのが思いました。いいですね、今日いい質問ばっかりですね。もう楽しいですよ。いいですよ、もうしょっぽい質問最近見出しましたとかなんか言うてもうたらね、自分で言うのないけど、なんか塩梅になってきたな空が白いからですね、わざと青くしましたよ。理解できました。少し理解、それ少しでいいんですよ。100理解しようという言葉を僕は発してませんのでね、少し理解できましたで十分です。僕なんかもう本当、中西夏之先生っていう芸大のですね、先生の学年担任が中西先生やったんですけども、宇宙語だったですからね、何を言うてるか、でもすごい人気ありましたもんね。
僕はその先生のこうなんかこう授業とかを受けたわけじゃないですよね。なんかこう大学のその当時の芸大って、5、6人こうカリキュラムがあって、で自分たちで選択すると、で15人ずつとかっていう感じで、やると。で私は違う先生の取ったんやけど、中西先生の授業を受けてる子たちのが面白かったっていうから何したんって聞いたら、いやなんか上野の不忍池ってあるんですけども、不忍池に行って船乗って、でその上でなんか丸いなんか輪っかを持ってなんかうわーってやってなんか宇宙と交信するようなでもうあなたたちは今立ってますか、どうですかとかって聞かれるんですって。おーって皆さんなってたらしいですけど、おーとなんかそんな感じの授業あったりしてましたよ。めちゃくちゃ人気ありましたけどね。言うてること分かります？よう分からないですよよう分からないですちょっと木の方もまた、どれぐらいの暗さで書こうかなっていうのをちょっと考えながらですね書いていきました。いいんですよ、そんな分からんでも。なんか全部分かろうとしすぎるところありますもんね。あとはもっと自由でいいですしね。先生がよく言われるでその後が難しいですね、もうね、なんかこうやっぱね、こうイエスノーっていうふうに言わずに、その言葉からなんかこう頭のいい子とそうでない子を僕なりにこう考えてみたときに、一つの言葉で3つぐらいこう理解できる子、今までも教えてきてそういう子って本当に10人か15人ぐらいやったんですけど、そういうこう言葉の投げかけを常にしてきたつもりだったんですよ。でも、正直こうイエスノーで教えてくれっていう人がすごい多いじゃないですかだからこうなんかノーって言われたり自分のことをすごく否定された時にすごくこうマイナスに陥ってしまうと。でもなんかその辺がこう曖昧な言葉の中から自分でこう抽出できる人っていうのは、このとこ面白くて、ここね、なんかこうで、もしかしてこうでって言葉をこう研ぎほぐしながら発展したあれを導き出せる人っていうのは頭いいんやなっていうふうに思ってましたよ。何言ってるかわからないですね今日ね建築している現存している建築家そのまま絵にするのは、公募展はやめた方がいいです。別に普通に描くのはいいと思いますよ。別にそうなってくるともうね、なんかこう渋谷のビルジングとかも絵描いちゃいかんっていう風になってくるけど、公募展のだから、そのままこうなんか写実的に写真のごとく描きましたっていうのはちょっとやめた方がいいという話ですよ。ちょっと細い筆を使っていきますね。やばい、水につけかけた。たまにやるんよねこれね少し細かい描写とかもしながらですね、下に入っているこう黄色みたいなのもちょこちょこ効いてる感じはしますよね。17分何分だった？ 1 時間ぐらいだった。1時間20分だってる。ゆきのさんいってらっしゃいとね。お仕事ですかね。どれぐらいだった？1時間20分経ってる。もう少しで終わるか、ちょっと楽しいのでもうちょっと進めるか。我が家の場合は私じゃなく違う状況の問題がありますので、下ですね、うるさいのがいますけど、うるさいのここ来たらね、絵描かせろって言い出すからですね。よいしょ。でももう本当にこの印象派の描き方っていうのは革命的だったでしょうね。なんかね、それまではなんかこう構造を絵の具の構造を作っていくということがね、しっかり主としてあったけど、
どんどんこうどっちかというと屋外でこうやって描いていって、ね、でこういうふうにこう色を散りばめながらね、よりこう赤さを強くするとか見せるとかね、そういうことをしていったわけですからね。あと15分ぐらいでは終わると思いますので、もし本当質問ある方はしてください。あと昨日上げた、富士山の動画見てない方はぜひ、見てください。最近視聴者になってくださった方っていうのも遠慮なくいいですよ。コメントください。もうね、何でもいいんです。はい。絵作りに瞑想中。聞こえました？ママってうっさーとか。もうママがね、ほんと独占禁止法違反ですよね。よいしょ。ちょん。まあなんかこう時と場合によってね、あれだってね、確定申告お疲れ様でした。今日まで？まだか。今日は震災のあれですね、12年目ですかね。確定申告お疲れ様でした。この間ちょっと大牟田のイオンに行ったらずらーっと行列できてて、なんかラーメン屋かなと思ったら確定申告の列でした。お疲れ様でした。ね、12年前あの辺も行きたいんですよね。なんかもう震災の後とかじゃなくてね、昔からある風光明媚ないいところとかを絵に描きたいなと思いますよね。行きたいなといつも思ってます。よいしょ。東北とかね、ほんと行きたいなと思いますよね。東北って大体桜ってやっぱ1ヶ月も言い過ぎかな、2、3週間遅いんですかね。仙台やらあの辺とか宮城、岩手どのぐらいなんですかね。もし見ている方でアーカイブでも結構ですので、見ている方いたら教えてください。まあ調べりゃいいやんって話なんですけどね。まあ調べるだけじゃなくてね、そういう会話をねするのもいいことですよね。質問ですと、絵の制作の中の絵がたくさん溜まってるんですか？そういうこと、僕しょっちゅうですよ。しょっちゅう。はい、サイン入れずに、はい、そんなんもいっぱい、今も、おとついぐらいにちょっとサイン入れたけど、はい、もうそんなんしょっちゅうですよ、私は。ありますよ。まあ、いよいよなったら、もうやらんと思うんですけどね。はい。しょっちゅう。うるさいな。今日特段また聞こえてはるんじゃないですか、皆さんも。ママってなんかね。今日印象派風に書いてくださいというリクエストをした方、よかったらコメントください。ちょっと分かりましたか？全然僕の動画いっぱい見てるんですけど分からないですと、印象派のその動画をって言うてる方いたけどね、今日来はるかな思ったら来てはらんみたいですね。残念ですね。あとなんか初心者向けのなんか桜のやつも、まあなんかあれも結構投票総数が多かったからですね、皆さんなんかどっちも見たいみたいなんで、可能ならばやります。なかなかはっきりは言いません。今ピンク系を置いてってますよね。それでもなんか引きで見たら緑に見えるでしょ。よいしょ。みちみちさんありがとうございます。ホズアンさん、何大丈夫？ホズアンさんから質問が来てます。お前どれ星ついてる？これか、ごめんなさい。アクリルの上に油絵を試してみたいのですが、絵の具は油絵の具入門セットより別々に添える方が良いでしょうか？ひよっこの質問ですみません。アクリルの上に油絵を試してみたいんですが、油絵の具の入門セットより別々に添える方が良いんでしょうか？どうやろうな。まあセットでいいとは思いますけどね。そんなにあれですよ。そんなに大丈夫やと思いますんで、
まあなんか僕が使ってるようなやつを普通にこう買って揃えてもいいですし、はい僕が大体この辺使ってるなっていうのを中心に揃えてもろてもええと思いますし、はいごめんなさい、まあ、アクリル絵の具は持ってるってことですもんね。まあ、アクリルとかアクリルガッシュとかありますけど、どっちでもいいですよ。はい、アクリルガッシュっていうのは不透明っていう意味ですけども、どっちでもいいと思いますよ。こっちじゃないといかんっていうことはないです。アクリルガッシュのが多分安いんだと思います。大丈夫です。はい、もうひよっこさんはそんな感じでいいです。はい、ありがとうございました。ひよっこな質問で大丈夫かな。他まだ星ついてたね流れでいくぜ。今日と明日間違えました。絵の具さん汗。よいしょよいしょ。ねえちょっとずつこう点で埋まってきたでしょ。まあ、下地の絵の具がある程度あるからというところもありますけどね。はい、また喧嘩が始まってます。うるさい男が喧嘩してます。まあ、なんかグレーとかっていうのも結構ねこう、まあ、青がかったグレーとか赤がかったグレーとか緑がかったグレーとか、そういうのも結構僕はこういう仕事このYouTube だけですよ。 YouTube の中だけでは何度かこうやってますけどね、こう印象派風に描いてみたっていうの。でもこのなんかこの辺パレット光ってしもってますもんねくそ残念だ。今日の画角は完璧やと思ってやったらね、ちょっとまたずれてたりするんですよね、いろいろね。これもねこの辺にすると光り出しますもんね。はい、ジャングルさんで調べてみてください。もうなんかただなんかこう、めっちゃ言うてしまいますけど、安価なものの油絵の具のセットって染料系が結構多いから、色を混色するのが難しかったりする。要は染料系ってここにある青とかこの赤とかなんですけど、ちょっと混ぜただけでビャッとブルーになったりするんですよね。だからなんか初心者にしては難しいかもしれないです。染料系のが混ざってると。楽しい音楽に合わせて桜も踊って、バックミュージックですかそうか、私は全然聞こえてないんですけどね。はい、という感じで、ございましたが、どうだったでしょうかということで、もうちょっと頑張って桜描こうもうちょっと描きますね。ごめんなさいね。面白かったですか。結構ね変化の大きな、今日はあれやったんちゃうかなと。下地のこのイエローオーカみたいなのもちょいちょいとね。ピンクって難しいですね、作るのね。なんかね相当綺麗な白と相当あれがマゼンダが綺麗にこうあれせんと。ハウステンボスチューリップライブ配信ツアー、今度のなんか四国に月末行くんですけど、もしかしてなんかこんな感じでガーッとやってキャンバスボード持っていくってもありかな。車で多分自家用車で行くと思うんで、荷物結構持っていけんななんて思いながら、意外とありかもしらんなと思ってたりするんですけどね。チラチラ見えてくる青とかグレーとかそういうのとかもこううまいこと絡め合わせながらですね。邪魔にならない。いやもう邪魔にならないぐらいですよ。ちょうどいいぐらいのね音量ということですね。邪魔でいいんですよ。邪魔でね。なんか何日か前の走行試合のとあるネット局でやってたネット局なんか解説めっちゃ邪魔やったんですもん。実況のアナウンサーもう腹立ってきて、はい
昨日おとつじゃないですよ、どこかわからんけど、もう本当に途中からミュートにしましたもんね。うるさいなと思って、全然面白くないぞと、変なテンションの上がり方で、やっぱ案の定その何日次の日かなんかにネット調べたらってそれ入ってきましたもんね。あれひどかったって言って相当こう叩かれたみたいですけどね。いやそうなんですよね。あれは邪魔やと、普通に見てたら分かるっちゅうねっていうね、ありますよね。はい、関西人が出ましたよいしょ。ちょっとこう最後アップで、こちらをお見せしながら、ちょっと絵の具もね厚く塗ってたりしますよ。ちゃん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 、筆色分割法とか色彩分割法とかっていう方法です。疲れた疲れたがあると終わりますね。今夜も日本中何て読むんですかこれ、何て読むんですか。今日はないでしょ野球ね。明日じゃないですか。今日あったっけ。今日あるっけ。今日あるのかな。今日はあれですか。明日かな。あれでしょねえ、チェコ戦でしょ。あれはすごいですね。やっぱね、佐々木朗希君はやっぱりえげつないですよね。ほんとね。この季節に165キロとか、もう意味わからんもんね。ほんと化け物ですよね。私たちもそろそろお邪魔。アーカイブしっかり見てください。はい。という感じで、絵の具を最後描きながら、多分ピントが真ん中ぐらいしか合ってないかもしれませんけどもね。という感じでございました。お兄ちゃん呼びますか。お兄ちゃん呼びますか。これね、マスキングテープ買った、ホームセンターで買ったやつ、めっちゃ、やっぱもうめっちゃ中まで入ってんな。よいしょ、めっちゃ入ってますね。なんかくっつきがめっちゃ良かったですこれ。だからこれ水彩紙とかにはええんちゃうかなと思いました。なんて書いてあるのかなこれ。ハンディクラウンっていう感じの、いかがですか。チラチラと黄色が見えてるところなんかもなんかね、聞いてこれジェストとかでね塗るんですよ。ちょっとぐらいはみ出したからってね、わば騒がんことね、皆さんね、こんなもんね、こんなもんこうちょっと塗ってね、こんなちょっとジェストで塗って、これアクリル絵の具やからね、こうちょっと塗って補彩してあげたらいいだけなんですよ。でなんかこれやったらばですね、油絵やけどもこう水彩画に貼れるじゃないですか。貼れるっていうか飾れるじゃないですか。だからなんかええんちゃうかなと思って、今回はこういう感じで、こういうとこね、ジェストですよ、ジェストね。よいしょ。まあ初心者向けのも可能ならばどっかでやりたいと思いますけども、こういう感じで、一応印象派風に描いてみたという動画でございました。楽しかったですか。はい、ということで、1時間34分経ちました。以上でございます。皆さん、お兄ちゃん呼びますか。はい、お兄ちゃんって言ってますんで呼びましょうか。いや、会社。よいよ。お兄ちゃん。お兄ちゃん来る。来た。勢いよく走ってきました。触らんといてよ。触らんといてよ。よいしょ。あ、出る YouTube 出るって。ちょっと待って、やめて。何触ってんの。スポンジ。ドアー。じゃあイエーイって。これはなんか違うな。ね、ドアー。ありがとうございました。楽しかったでございます。もう一人なんかこそこそ歩いてきてる感じのがいます。今日はこんな感じでございます。はいよ、いいよ。こんな感じでございます。ありがとうございました。ウェーイってなんか歌ってあげて。これで。圧倒的に可愛いのが来ましたよ。なんか歌好き？歌さんはあれでしょ。
トクンこんにちはって、ほらトクンこんにちはって、こんにちはって。トクンちょっと映ってないね。パパいいね、映らんで。危ない危ない。ちょ座って。で、2人ここ座りな。トクンもここ座りよ。兄ちゃんと一緒に座り。兄ちゃんと一緒に座り。兄ちゃん入れたって。よいしょ。お、いいね。いいね。これがこう角度はつかんでんな。うん、いいね。いいじゃないですか。ね。いいですね。いいですね。これマイクです。これ触らんといてね。おそろのシャツ、あ、それおそろいよね今日。恐竜。触らんで、触らさ、いつもこのバタバタ劇です。寸劇の。触ったか。よしよし。ちょっとずつ言うてるから、こっち見て。ここ見て。おーいって。おーいって言ってますよ。ありがとうございました。ということで終わります。ええ感じのができました。終了。さよなら。バイバイ。終了。バイバイって。終わらんって言ってますよ。終わらんって言って。なんかじゃあ歌でも歌って。とくあれ、ガオーやってみて、ガオー。ガオー。向こう見て、ガオー。モノマネが得意です。じゃあね、バイバイ。あ、触る。これ、絵の具つく何しよう。何しとん。これ痛いやつ。